野草の簡単な歴史。こんにちは、薬剤師の中山千鶴子です。このチャンネルでは、野草の解説、それから皆さんの質問やお悩みに野草でお答えしていこうと思っています。ですね、今回は野草の簡単な歴史についてお話ししていこうと思います。薬草の起こりは、人類史上では計り知れないほど昔ということになっています。そもそもですね、動物が、薬草を食べ分けているのはご存知かなとは思うんですけど、薬草をよく知ってます。100種以上の植物をゴリラが食べ分けているとか、その体調に合わせてね。でチンパンジーがどうも調子悪そうって思ったら、普段、食べないような植物のどう見ても苦そうなところを取ってきてで食べてるっていうのを論文でね発表されてたりとか、犬の散歩中とかに急にその辺の草を食べたりしてる姿を見ることがあるかなと思います。なので動物は本能的に、誰に教えられてるわけでもないんで、本能的に自分の体にいい植物っていうのを分かってるわけですね。で人間も多分昔は分かってました。これを食べるとお腹痛いのが治るとか、怪我した時にこの汁塗っとけば治るの早いっていうのが分かってたと思います。誰かに教えられるとかいう風なことにはなってたかもしれないですけども、人類の場合は。でその時に文字がなかったので歴史としては計り知れないわけですよね。でやっと文字になってきたのがインドとかエジプトとかの古代文明になってきます。エジプトはパピルスにですね数百種類の薬の名前が書かれています。あちらの方はあんまり草が生えてないけども灌木といいますか樹脂、木の汁を使ったものが結構多く見受けられます。でそのままお茶にして飲むっていうよりも、体の外に塗るものが多いのが特徴ですね。で飲むと結構副作用とかも激しく出ちゃうものにはなってくると思います。で、インドは温暖といいますかたくさん植物が生えるところですので、紀元前3000年頃から世界最古の伝統医学と呼ばれるアユルヴェーダが確立されてましたので、その中に、ハーブといいますか薬草のことがたくさん書かれています。古代ギリシャも1世紀ですね、1世紀に薬物誌マテリアメディカという名前のお薬の植物が書かれた本が出版されています。あと中国ですね、これがやっぱり日本には一番身近なところかなと思いますが、交換時代、これが1から2世紀ぐらいですね。で親王本草経という、書物が発行されまして、その中にたくさんの薬草が書かれています。でそれが中医に発展します。日本では漢方っていうけど中国ではそれを中医と言います。で日本に中国の薬草なんかが伝来したのは、753年、日本に鑑真和上ですね、鑑真さんが何回もチャレンジして来てくれました。その時にたくさんの薬草を持ってきてくれたんですね。でそこから江戸時代にかけて、漢方は和漢というものに発展しました。これが一応薬草と人間との関わりといいますか歴史のようなものになります。今回は以上です。ちょっとためになったなと思う方はチャンネル登録をお願いします。でコメント欄にぜひ質問とか感想を書いてくださいね。返事もするし動画に取り入れたりしていこうと思います。ではさようなら。薬学博士が教える手作り野草茶レシピ、大和渓谷社より絶賛発売中。